にちは、木下ゆかです。すみません、今日はこんな格好でですね、なぜここで撮ってるかって言ったら、それは前回の動画を見てください。お願いします。今日の動画はですね、木下さんは10キロ痩せたんですわ。こんにちは、木下ゆかです。皆さん、これが私が10キロ太ってた時です。今回どうやって痩せたかっていうのを言ってる動画です。ダイエッター必見です。すごいです、本当に。これは快挙です。なぜやっぱりね、痩せたかって言ったら、私ね、大食い YouTube やめたじゃないですか。あれが結構でかいです、本当に。やめる前はダイエットがなかなか進まなかった。一歩進んで2歩下がるみたいな感じでした。7転びは OK ですよね。そうでね、ちょっともう座っていいでしょうか。誰もこうやって取れって言ってないです。で、座ります。自分の努力の成果。はい、ちょっと服を戻しました。さっきのやつを撮るために私はちょっと恥ずかしいぐらい上げてました。露出狂いのような服を持っていません。言うてやっぱ40歳なので、それでもちょっと若ぶってると思うんですけど、自分でもちょっと知ってます。ちょっとなんでかな、今お昼じゃないですか。後ろが明るいからちょっと暗いですよね。でもちょっとしょうがないね。いいよなこととか教えてください。で、今日はですね、私が体重を10キロ痩せるまでにどういうことで10キロ痩せれたかっていうことをお伝えしたい動画なんですよ。みんな聞きたいでしょ。悩んでる方多いですよね。しかも聞いてください、若い子と違うんですよ。40歳がダイエットしようと思ったら大変なんですわ。落ちないんですわ。本当に私はね、若い頃大食いしてたんですけど、大食いしても痩せてやした。なんなの。だからまあでもちょっとね、太り出したから大食いをやめたという理由でもあるんですよ。美容のために太り出したからやめたわけでもないです。健康です。ですね、今までさ、太らなかったってことはコレステロール的なものを排出されていたと思うんですよ。でも今現在私は太り出しました。内臓機能とかがちょっと老いました。絶対にそうです。肝臓とかね、毒を排出してくれたりする内臓もいるわけで、それも間違いなく老いてるわけですよ。っていうことはですよ、健康疾患する可能性が高いわけですよ。ダメ、本当に命大切に。私やっぱり長生きがしたい。早く死ぬとしてもピンコロがいい。ピンコロリが一番いい。病気したくない。それもあって大食いやめたっていうのもあるんです。美容のあれではないですね。今のところはぽっちゃりするよねぐらいのものだったから、まだやめないと思います。やっぱ健康のため、メンタル面もあるよ。全てやりたかった。メンタル面のことは全て試したかった。本当に。でも大食いをやめるっていうのはメンタルのためにやってきたことの中で一番最後。やっぱ大食いは大切じゃないですか、私にとってね。で、この大食いやめたことについては前回の動画で結構話してるし、物々しい報告だったので、ぜひ見てください。私が10キロ痩せたことについて教えて信ぜよう。ぽっちゃりしてた頃、別に1ヶ月前とかじゃないんですよ。何ヶ月か前なんですよ。小豚という言葉がぴったりです。笑えないです。でもそれでも動画を撮っておりました。偉いです。結構長い期間をかかっているんですよ。詰めに詰めれば結構1キロで5キロとか結構いけたりすることもあるんですけど、やっぱり普段の生活もあるし、大食いもしてたから、もうあれですよね、7転び八起きなので、やっぱちょっと時間がかかりました。で、私が今日言いたいのは、どうやって痩せたか。何言いたいんだ私は。でもちょっと思い出したら言いますわ。で、そうだ、忘れよった大事なこと。なんでこの動画を撮ろうかっていう結構理由です。私はさ、やっぱり40歳じゃないですか。痩せりゃいいってもんじゃないんですよ。40の人は痩せると老いが加速するんですよ。で、それはですね、私チート使ってます。一番最後に言います。でプラスみんながちょっとそのチートをするための、嬉しくなるためのことも言っています。その最後に。だから最後まで交互期待してください。最後に言います。でもね、ちょっとね、残念ながら東京限定にはなっちゃうんですよ。まずはどうやって痩せたかですよね。結構時間がかかったんです、私。でもやったのは運動、そして
食事制限、その2つかな。で最初はねやっぱりこの食事制限で痩せるとあんまし良くないって言われてるかなと思うので、運動だけでいけるかなと思って運動を頑張ったんです。でね、運動をね結構今までやってきてはいるんです。パーソナルトレーナーさんがいらっしゃるジムで、お散歩ですね。ジムは1ヶ月、お散歩はまあ3ヶ月ぐらい続くことは続いたかな。全然続かないんですよ。でも続かないのは辛いからとかではないんですよ。私はさ、躁うつを患っているじゃないですか。前回の動画でも言ったんですけど、私が一番エネルギーを使うことっていうのは人と会うことなんですよ。だからまずパーソナルトレーナー、すごく人と接するじゃないですか。もうその方はすごくいい人たちだったんですよ。でも私の問題ですね、とても気を使うんですよ。だからちょっと心がすり減るスピードが早まるんですよね。週1とかなんですけど、それでまあ1ヶ月続くじゃないですか。次の月にはうつになってるんですよ、私が。で外を出れないんですよ。その1ヶ月で回復するという希望を持って1ヶ月間お金を払うけど、結局その1ヶ月行けなかったりして大会するんですよね。だからお金が無駄にかかっております。ジムの方はちょっと迷惑かもしれんけど、お金を払ってそれで私が行ってないだけなので、お休みとかご飯ランチとか食べれるからまあいいかなって思いますね。ダメなことは分かってるんですけどね、約束を破るなんて。でお散歩はね、3ヶ月ぐらいは続くのは早朝にお散歩するんですよ。紫外線とかも怖いし人も少ないじゃないですか。だからちょっとは長く続けられるんですよ。で結構それはね毎日続けるんですよ。お散歩自体が好きだからね。するとちょっとうつが始まって、本当にひどいうつじゃないんですけど、朝起きれなくなっちゃうんですよね。やっぱ6ヶ月ぐらいするともう完全うつって感じなんですけど、でそんくらいですよ。続かないんです。私は一番今回本当に初めてトライしたことで続いたなって良いなと思った運動があるんですけど、それがですねアプリです。そのアプリは女性がインストラクターさんみたいな感じで私のことを真似してごらんみたいな感じでやってくれるんですよ。ショートやったっけ、短い運動を15分とか30分やるんですよ。それをアプリを見ながらできるんですよね。それが一番続いたんです私の中で。で言うて別に15分とかの運動って200キロカロリーとかしか減らないんですよ。でもカロリーを消費するのが目的ではないかなって私は思ってるんですよ。ご飯ってやっぱり1000キロカロリーとかあるじゃないですか。無理です。1000キロカロリーの消費ってちょっと現実的じゃないです。運動すると筋肉がつくじゃないですか。でその筋肉っていうのは1日の消費熱量とかを減らしてくれるんですよ。だから筋肉がつくといいわけですよね。だから長くかかるわけです。即効性ではないわけです。だからでもついちゃえばさ、食事制限とかせずとも痩せ続けられるから本当にそれが一番いいです。そして体も引き締まります。ブヨブヨじゃなくなるからそれが一番いいです。でもちょっとやっぱりしんどいですね。言うてそれも4ヶ月ぐらいでした。4ヶ月やったらちょっともう最近は今はやってないです。でもね、寝ながらやるやつとかもあるんですよ。最初は立ってやってましたけどちょっときつーと思って起きれんことになって、1ヶ月のうつぐらいの時は1ヶ月のうつのちょっと前ぐらいはこうベッドで寝ながらやってました。寝て足とか上げたりとかしてカロリー消費できるんですよ。それが私一番続きましたね。人に会わなくって家の中で運動できるという。マンションとかに住まれてる方はちょっと騒音とか響いたりするから気になると思うんですけど、私はめっちゃマット引いてやってました。あとそれプラス猫のように足だけはそっとやってました。アプリの人とかはドスドスやると思うんですけど、そっとやったらやったで絶対カロリー結構消費するんですよ。ドスドスやったらやった以上にするんじゃないかな。体重を乗せてゆっくり動くことが結構カロリーを消費するので、それはね4ヶ月ぐらいでした。結構その腹筋とかも割れたりして嬉しかったんですけどね。私ねこれちょっと自慢なんですけど、めっちゃ筋肉つきやすいんですよ。女性とか筋肉つきづらいとか悩んでる人いると思うんですけど、これは別に教えられることではないんですけど、筋肉すぐついちゃうの。だから逆に今はそうでもないんですけど、学生の頃とかって筋肉がつきすぎて足が太くて嫌でした。でそして筋肉って落ちにくい、脂肪よりも超嫌でした。大人になってくると自然とその筋肉が落ちていい感じにはなったんですけどね。運動はそれくらいでずっと続いたわけではない。
でやっぱりね、私が一番続くのは食事制限です。本当に大食いの動画とかも撮ってるから7カロリーやおきなんですけど、それ以外ね、大食いをする時とか、あとたまに外食とかする時以外をやってました。だからいいですよね。みんなだってご飯をたくさん食べたい時もある、外食やっぱりせんといけない、お付き合いすることもある、同じ状況かなって私は思うんですよ。1万キロカロリー取ったところで1万キロカロリー人間は吸えないですから。それを吸えるとしたらむっちゃ優秀です。体重100キロ超えれるって天才って言うじゃないですか。そういうこと。人間はそんなにカロリーを消費できない。カロリー多分吸うのって吸うので疲れると思うんですよ、体がね。だからできないんだと思うよ。その分だって内臓動かし続けるんだよ。体絶対疲れるって。我らはさ、我らって大食いの我らのことを言ってるんですけど、お腹がむっちゃ伸びるから大食いできるのかなって私は思うんですよ。みんなが700キロカロリーとかの食べ物を食べても、700キロカロリー消費するかもしれないですよ。でも私たち多分1万キロカロリーとっても、どれぐらいカロリーを使ってるのか分かんないですけど、限られてます。だからみんなも食べ過ぎたらお腹壊したりするじゃないですか。私たちは多分内臓が強いからお腹を壊したりはしないんです。あと慣れもあるかな。大食いするために体を鍛えたっていうのもあるね。だから大食いはね、そこまで問題じゃない。一般的な人と結構同じ条件、大食いすることっていうのは。で、私はね、大食い以外の食事を結構節制しておりました。で、私がその時食べていたもの、ゆで卵、ブロッコリー、鶏もも肉、これは本当は胸がいいんですけど、私はやっぱりももが美味しい、好き。鶏肉はでも多分あんまし太らんと思うけど、それでも良い。豚とか牛よりは多分太らんと思う。で、ご飯はね、取ってない。玄米食べてた時もあったんやけど、玄米を本当にこれぐらい食べてた、100g とか食べてた時もあったんやけど、玄米食べちゃうとなんか痩せないね。多分お肌のためとかには玄米いいと思うんだけど、白米とかよりはいいと思うけど、食物繊維とかもねいいと思うんだけど、玄米はそこまでで、めっちゃ自分のご褒美として馬刺しを 100g ぐらいだけ食べる。で、この馬刺しはね、私はブロッコリーも肉も冷凍のものを使うんです。ゆで卵は自分で茹でます。で、その私が茹でてる茹で加減というのはですね、本当はゆで卵一番固茹でにするのがいいらしいんよ。卵って痩せるんだって、食べると。ちょっと理由は忘れた。それは固茹でが方がいいよ。でも私ね、固茹であんま好きじゃないんよ。トロトロか半熟がいいんよ。だから固茹での方がいいけ、ちょっと半熟の卵を食べてたんよね。で、それ私の茹で加減は、卵をお湯が沸騰したら入れるんよ。でも私は本当毎回結構10個とか茹でたりするけ好きなんよ、ゆで卵が。で、お鍋のグツグツが静まるんよ、温度下がって。で、もう一回沸騰したら8分で、普通ですよ。その後は8分経ったら冷水につけて、ちょっと手で触れるぐらいになったら剥く。私の場合は氷とか使わない。お水を一回お鍋に卵が浸かるぐらいバーって入れて、でそのお水をバーって捨てて、でもう一回お水バーって入れて、でそのまま放置間もう一回ぐらいやったりする時もあるかもしれない。でそしたら結構殻つるんとむけます。あと茹でる前に画鋲とか、100均とかでいいやつがプチンってやってすごく便利なやつが売っとるんやけど、画鋲でもよかった気がする。安全ピンとかでもよかった気がするけど、多分手が痛いと思う。卵のお尻の部分、若干丸い部分の方に私はブスッと刺して、そしたらね、殻が剥きやすくなる。やっぱ殻が剥きにくいのがゆで卵の一番の欠点じゃない？で、なぜ他のやつら冷凍かというと、これもやっぱ引きこもりが関係してますね。スーパーに頻繁に行けないだから冷凍のものを結構大量に買ってそれを使います。それもね、ネットスーパーなんですよ。なんで大量に買うかって言ったら、冷凍だったら大量に買っても一応大丈夫じゃないですか、冷凍庫に入る分にはね。なぜ大量に買うかっつったら、1万円分ぐらい買うと送料無料なんですよ。ネットスーパーとか結構高いんですよ。600円ぐらい嫌やと思って、
でそんな感じでいっぱい買うから、そんな感じなんやけど、なんだろう、2週間1ヶ月持つんですよね。全部その冷凍じゃないですよ。トイレットペーパーとかいろんな生活で必要用品入れます。で1万円いきます。で大外食以外はもうそれしか食べない。でも結構ね、朝昼晩食べるとかじゃなくって、お腹が空いたらちょっとなんか食べたい、ゆで卵食べたいとか思ったら食べたりする感じ。ブロッコリーとかは結構栄養のために食べてたかな。でブロッコリーとかにかけてたもの、これも結構重要ですよね。マヨネーズはダメ。でも私野菜にマヨネーズ別にあんま好きじゃないんですよ。ゆで卵にマヨネーズはむっちゃ好きなんですけど、お野菜にかけてたのはオリーブオイルで、これ大事、ゆで卵にも使ってるんですけど、六助のお塩、お塩でもいいんですけど、美味しいんよ、六助のお塩が。なんか美味しいものってやっぱりちょっと辛くなくなるためのちょっとでも緩和させるものだと思うんです。やっぱ美味しくないと続かないで、だから六助のお塩とか、ゆで卵を六助の塩で食べるとマジ絶品ですよ。もう六助のお塩はおにぎりとかね、マジでうまい、本当に美味しい。でもだから私は結構何にでも入れちゃう、六助のお塩。パスタとか茹でたりするときは普通の塩、高い系六助のお塩、それを混ぜたやつをドレッシングとして使います。でも私はちょっと白胡椒とか黒胡椒とかも入れたりしますね。そこの辺はお好みですよ。オリーブオイルとお塩でも十分美味しいですね。でもかけすぎない。かけても大さじ1杯で、その鶏肉たちをどうやって作るかって言ったら、油で炒めちゃダメじゃないですか。お鍋に大さじ1杯ぐらいお水を入れるんですよ。鶏肉とブロッコリー両方入れるんですけど、ブロッコリーだけでもいいよ、多分痩せるよ、そっちの方が。火にかけるじゃないですか。でジュワジュワジュワってなるじゃないですか。でそしたら2分です。でも結構そのお鍋だったりとか火加減とかでも変わると思うから、やっぱりちょっと試さないといけないですね。2分っていうのは超弱火です。最初沸騰の時は強火で沸騰するまでやるんですけど、ジュワジュワしたらもう弱火にします。蓋もします、そのタイミングで。2分で揚げると結構大体食べれるんですよ。でも鶏肉はマジで気をつけてください。結構カンピロバクターとかあるからね。鶏肉はだから切った方がいいと思うよ。1個切ってみて、そうすれば大体火通ってるな、茹でれてるなっていうのは分かると思うけ、1個ぐらいでいいと思うけどね。全部切りたい人は見た方が絶対確実よ。やっぱ鶏肉の分厚さとかでも変わってくるし、外気の温度とかでもやっぱ変わってくると思うけ、そこは気をつけてください。本当に怖いから、鶏肉は生で。馬刺しはさ、ネットとかで真空パック 100g のやつが超大量に入ってるやつとか売ってるんですよ。で馬刺しはなんかダイエットにいいらしい。結構鶏肉と一緒でカロリーが少ないんだと思う。牛肉とか豚肉よりも薄く切って、で馬刺しのタレ、甘いタレなんですけど、それをかけて食べますよね。ニンニク生姜をちょっと混ぜてみたり、あと美味しいのわさびも美味しい。で食はそんな感じ。運動を最初してて、それで痩せきれなかったから食にシフトしました。でプラス10キロまでいけたのはそこまで行くまでに7キロとか8キロ痩せれたんですよ。で10キロ私も痩せたかったんですよ。10キロ行こうと思ったらもうちょっと大食いをやめてです。だから今のこの体型は大食いをやめたおかげです。でも8キロとかでもええやん、8キロ痩せれば十分やんって感じなんですけど、で私はその体重言いますね、発表しますね。一番重たい時が54キロです。で54キロとかなるとやべえと思ってそれ以上いかないようにやるんですけど、で私の理想体重というのは46キロなんですよ。でもこれはね、数字にはとらわれないでください。人それぞれ違うんですよ。筋肉があればあるほどいいけど、筋肉って脂肪より重いからもっと体重は増えるんですよ。でも筋肉私と同じ身長50キロあって、私よりすごくスタイルがいい細い人います。脂肪は軽い、筋肉は重い。であと骨密度とかもあると思いますよ。あと脳みその重さとか髪の毛の量とかさ、いろいろあると思うんよ。あとでも気をつけないといけないのは内臓脂肪かな。細く見えても内臓脂肪がついてる人は体に悪いけね。だから体重は気にしなくてもいい。そんな感じですわ。身長が止まってからずっと私の理想は46キロでした。46キロが理想で、50キロ超えるとやばいと思って減らす日々でしたね。あの頃はもうやっぱり本当はうつなのに無理して動画とか撮ってた時、ダイエットやっぱりできなかった時ですね。私は今
そうなのか通常なのかわかんないんですけど、私ってうつじゃない時の方が痩せるんですよ。もう活発だからで、結構ご飯も食べなくてよくなるんよ。多少は食べる生きるために。なんかもう本当に毎日が楽しすぎて、でお仕事もやりたいことが多すぎて、食べてる暇なんてねえぜってなるんよ結構食べてる時間がもったいないんよ。これも結構今痩せれたってことに影響しとるよね。で、私の場合はなんだけど、うつの時は食欲別になくなりません。でも大食いとかするほどじゃないよ。あれはエネルギー使うしね。普通に食べちゃう。しかもベッドから出ない、寝ているからカロリーむっちゃ消費しない。で、体はどんどん衰えていく、筋肉なくなっていく、食べた分はどんどん消化しちゃう。で、さっきやっぱり大食いって別に大食い分のカロリー全部消費できるっていうわけじゃないって、私たちもそうだよって言ったじゃないですか。だからもう結構ね、私はコンスタントにちょこちょこ食べる方が体って吸収できるかなと思ってるんですよ。だから点滴とかもめっちゃ栄養吸収できるじゃないですか。でもあれはカロリーがあんまりないから太らないと思うんですけど、ちょこちょこの量をたくさん食べるのが良くないんですよ。ダイエットにいいっていう情報もあるけど、私はその方が太る。あれもなんか人それぞれらしいね。ちょこちょこ食いがって痩せれる人もおれば、朝ドカンって食べて夜とかは控える方が痩せるって言いますよね。あっちの時は太っちゃうんよ。エネルギーを消費しないスリープモードだからね、うつって。私がうつを治そうとしてる時は最小限に消費エネルギーを抑えちゃうっていうか、抑えないと生きられない。うつも治らない。だからうつの時にお休みするのってさ、これは本当に悩んでる人にも伝えたいんですけど、お休みするとやっぱり心がすり減ったりとか、良くないな、早く元気にならなきゃと思うんですけど、うつでお休みするのは遠回りのようで近道です。多分無理しちゃうと、私の場合そうだったんだけど、無理をしてうつなのに体に無理させると、うつの時に辛いとか悩んじゃうと、うつ長引くし治らない。もう本当にうつの時は自分を甘やかした方が私はいいと思います。甘やかせるならね。本当に私は本当に恵まれてると思うよ。本当に幸せ者。視聴者さんとかも私が休んでいたとしても心配してくれるじゃないですか。まあ動画出せとか言う人もあんまりいないわけじゃないですか。で、あとお金もね、一応 YouTube バブルの頃に稼がせていただいたので、貯金も結構贅沢をしなければ、生きていけるかなっていうぐらいの貯金はあるんですよ。で、あと大事なの、猫様がいるので、お家から出なくても寂しくないですね。やっぱり私の場合は人と会うことが一番疲れちゃうこと。好きなんよ、でも人に会うのが。でも大事なものほど神経使うじゃないですか。そういう感じで、猫には使わないです。猫が多分病気とかしたら多分めちゃくちゃ心がすり減ると思うんだけど、うちの猫たちはありがたいことに健康だし、猫たちも喧嘩とかしないから、ちょっとじゃれたりはするけどね。猫たちは本当に私にとっていいことでしかないね。だから猫ちゃんとかワンちゃんがさ、飼えない方でも、何か寂しさを紛らわせれるものがあったらいいかなと思うよ。で、私はね、SNS ができなくなるのは、 SNS はネット上とはいえど人との関わりじゃないですか。だからできなくなるのと、あれはね、だからあれできるんよ。ちょっと本当にめっちゃきつい時はできんけどね、それすらも。でもちょっとうつが良くなってお布団から出れるぐらいの時、多分でもお風呂とかは入れんレベルかな。その時は漫画とか本は読めます。ネットの漫画読んでた、スマホで漫画読んでた。寝がながらでもあれはできるじゃん。でも映画とかは多分頭使うかな。でさ、あれがいいのがさ、私が読んでるものはLINE漫画なんだけど短いんよ。だから多分長く読む方が人ってエネルギー使うんよ。短いとあんまり頭働くんでもはーんって見れるんよ。脳死で見れるんよ結構。で、あと私ちょっとまとめサイトが好きでして、5チャンネルとかまではあれちょっと玄人向けだと思うから見ないんですけど、まとめサイトはね好きなんよ。それはね結構読みますね。世の中のあれとかも分かるしね。でもなんか YouTuber さんの記事とかが出るとマジで避ける。心絶対すり減る系。みんなはぁ
こんな頑張っている、こんなことしている、こんな話題になっている、私は家で一人ぼっちみたいなね。だから、そんな感じだね。で、私はサプリとかはあんまり頼らないです。別に嫌とかじゃなくって、サプリって痩せたことない。そんな感じ、私のダイエットは。で、さっき言いましたね、40歳のダイエット、老けます。何が怖いかと、老けることが怖いです。でですね、私はチートしてるって言ったじゃないですか。そのチートというのはやっぱりこれは現代科学の力をお借りしましょう。でも手術とかじゃない。私はなんか手術とか怖いんよ。なんか物を入れるとかさ、埋没はしたけど、埋没はねそこまでじゃない。顔変えること自体も嫌だし、埋没はさ、普段こういう人前に出たりするときはアイプチとかしたり、つけまつげで二重になってみたりとか、でもアイプチしてると癖がついて二重の時期とかもあったんやけど、できるんやけどめんどくさいねん。本当にあれマジでめんどくさいねん。お化粧の中であれが一番取ってたですよ、私の中で。で、今だからお化粧の時間マジで短いよ。で、ちょっと脱線かな。手術とかしません。これは月に1回とかやってもいい、1ヶ月に1回で結構効果出ます。私自分で言うのもなんなんですけど、ビジュ上がったくないですか？結構ビジュ上がったくないですか？痩せたことも関係しとるんですけど、それはね、この顔とかさ、ちっちゃくなったくないですか？それはですね、私は池田先生というめっちゃすごい美容の先生と出会いまして、その先生とちょっとねコラボみたいな感じでやってるんですよ。木下さんを全盛期のバズってた頃に顔を戻そうっていうあれです。私30歳、32歳、3歳かな時がね、一番バズってたんですよ。それってやっぱりさ、バズる理由の中に、私は大食いの人が競合が少なかったということも理由ではあるんですけど、美女が良かったですね。その今より結構私は全盛期って30代だと思ってるんですよ。20代は若くてピチピチだけど手間かけられない、お金もかけられないじゃないですか。30代が多分その中で両方ともできる一番かなって私は思ってるんですよ。女性としてのスキルが身についたりとかね。でも40代で一番あれなのは体の衰え、老化です。そこはどうしようもね、本当に。食事とかでちょっとね緩和できると思うけどね、そこが限界ある。自分の力では限界ある。で、池田先生マジ天才、本当に若返らせる天才。私は池田先生にやってもらって、木下さんがその頃の顔に戻そうねっていうコラボしとって、でも40歳じゃないですか。池田先生ね、20代で出しましょうって言うんですよ。その池田先生がよって使ってる機械で。やべえと思って、40代の中身で20代はやべえと思ってやりたいと思って、今は本当に1ヶ月に1回ね通ってるんですけど、今の時4回かな3回かな、だから3ヶ月4ヶ月やってるんですよ。けどむっちゃ効果出てます。でも1回目で結構すぐ、これいいのがやったその日に結構効果出るんですよ。顔見たら違うんですよ。上がってる、肌のトーンもちょっと上がってる、フェイスラインがちょっといい感じになってる、シワなくなってる、しかもダウンタイムがなし。もうね、その施術をしたその日にメイクして帰れる。確かメイクして帰れる。私は日焼け止めしか塗らんけど、これ違う、嘘じゃないよじゃないけど、しかもその施術も1時間なのかな。私は結構さ、動画撮影もするけ結構時間かかるんだけど、多分そんなにかからんと思う。しかもね、あとこれ痛くないよ。大事に続けることに。光を当てたり、その光結構私は今までそれを言うのを他のクリニックさんでやってきたけど、痛かった。大体あとダブルとかむちゃ痛いの。消気ガスっていう麻酔をしたりするの。それは麻酔もなしで痛くない。あとやるのが、これ私びっくりした、ボトックスなんですけど、私ねボトックスはちょっとお金を稼げるようになって割と定期的にはやってたんですよ。何ヶ月かに1回とかやけどね、1年に2回とかかな。それなんでかっていうと、やっぱ食べるじゃないですか。私もエラが張るんよ。むっちゃここ筋肉つくと顔も大きくなるし、そんな感じでうちよったんよ、ボトックスは定期的にね。でもその打ち方っていうのが、その何 cc からを一気に打つのよ。で、細いしたねって感じないけど、その池田先生はね、ボトックスあるじゃないですか。その何 cc かをいろんなところにポワーって打ってくれるのよ。ブス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 みたいな感じで、
でね、鼻って大きくなるらしいよ。だからそのボトックスは鼻にもさせるの。だから鼻が高くはなりませんよ、ちっちゃくなるの。小鼻とかが控えめになるの。めっちゃ良くない？私ダンボッ鼻の結構気になっとって好きじゃないんだ、あんまり自分の顔の中で。で脂肪誘拐注射とかも打ってたこと結構あったんだけど、1ヶ月に1回とか打ってたこともあったんだけど、ちょっとは効果あると思うんやけど、あんまりないかな。あと戻るね。ボトックスも戻るのかもしれんけど、結構戻りが早いし、やっぱこれもあれやね、ダイエットで脂肪って落としやすいしつきやすいけど、筋肉って持続結構してくれるじゃないですか。でもいろんなとこにさせてくれるんよ。でセンサー、そしてセンスがいいからサックスところが分かるよね、ここをさせた方がいいっていうのが。で自分でも言った方がいいよ。顔がここ私大きいのが気になってるんですよとか言ったよね。あとこれもすごいなと思ったのが、頭に刺すの。頭に刺すと頭がちっちゃくなるんじゃないですか。顔がちっちゃくなるんよ。だから頭ちっちゃくなったらね、これもちっちゃくなって顔がちっちゃくなるんよね。むっちゃいいよね。で肌系のことはその機械でやってくれるし、その機械がね、日本に、1台とか、あんま覚えてない、なんて教えてくれたけどって、もしかしたら記憶間違ってるかもしれないけど、日本に1台とからしい。でアメリカ結構お金かけたりする美容で結構先端ではあるらしいんですけど、アメリカではむっちゃ流行ってるらしい。でも日本ではさ、高いんよ、機械が何千万円とかするの。たくさん手術しないといけないわけじゃないですか。だから高い機械を仕入れたからんで、池田先生って本当にね、心が綺麗な人なんですよ、私は思ってるんですよ。そう美しくすることに対して一生懸命だと思うんですよ。でも儲け度外視だと私は思っています。クリニックって儲かるところは超儲かって病院とかむっちゃ出したりするわけじゃないですか。でもそれってなぜ儲かってるかというと、やっぱり上手だからとかいうのも多分上手なところっていっぱいあるんですよ。クリニックをたくさん出してるわけじゃないじゃないですか。上手だからといってね、たくさんあるところももちろん上手だからたくさん出せるんでしょうけど、でも儲けを考えると広告費とか入れるんですよ。結構でかいと思うよね、広告費って。で広告がやっぱり打てば打つほど患者さんは増えるし、お金は儲かるじゃないですか。でも広告費入れようと思ったら、施術の値段を上げるか施術のコストを下げるかじゃないですか。高い機械とかを入れたから、しかもその新しい機械だと本当にそれが日本で流行るかわからないじゃないですか。成功する確率低いじゃないですか。めっちゃ流行っててみんなが使ってるんだったら多分やる人も多いし、結構多分損することを危険を回避できると思う。で先生はその何千万円とか日本初の機械とかを仕入れちゃうんよ。もう私すごく大好きで、池田先生が。そういう私はお仕事とか志高い人本当に尊敬します。お金儲けとかする人よりも自分の志のために生きてる人の方が尊敬できる人が好きです。女性でも男性でも。でこれからもね、1ヶ月に1回ぐらい動画出していくんですけど、施術今回これやったよっていう、こんなことしてるよっていうね、その様子を今から流します。5分ぐらいなので見てください。で最後プレゼントがあります。結構でかいです。こんなに割引言っちゃった割引してくれるサービスはあんましないと思う、私で。その施術自体私安いかなって思う。こんだけいろんなことをしてくれて痛くもなく、この金額かみたいな。私結構本当に頻繁にやってきたし、1ヶ月に1回とかやってたし、結構お金も高かった気がするんよ。ここ最近あんまり頻繁にやってなかったっけ、もう忘れちゃったんやけど、効果がないんよ。なんか結構2年ぐらいやったけど効果あんましみたいな、あんまし実感せんなみたいな感じだったけど、ボトックスとかは本当に効果あるから、定期的にやってたんですけど、そのシミとかシワとか、あと顔を上げたりするやつとか引き締めたりするやつとかはあんまし続かなかった。やっぱ効果感じんと続けないじゃないですか。やっぱりお金って大切ですよ、本当に。だから続けなかったですね。2年ぐらいででも2年って頑張ったよね、私。2年ぐらいでやめましたね。でもうつの時は来てない。でもうつもさ、私本当にだんだん重たくなったけど、その頃は3ヶ月1ヶ月とかでうつが回避されよったけどね、結構通ってた、ちゃんと。でも真面目に通ってたけど、あんまし聞かなかったかなって思った、私。だからその職に続いてないけどね。でも池田先生のやつは
めっちゃ実感するし聞いてるなっていうのを、だからもう行かなきゃってなる。予約とかやっぱり打つのだけ行けないよとかなってるんやけど、行きたくないよ、全然それ痛くもないし、先生もむっちゃいい人やけ全然本当は行きたいんですけど、なんかもう家から家からちょっと出るの億劫になったわけさ。登校拒否みたいな感じでさ、行けなさ気味だけど、それでも結構行けましたね。苦痛じゃないし、先生お忙しいのにさ、マジで、先生お忙しいんよ、院長先生だし、美容の先生の先生みたいな感じないの。先生ってだからめっちゃすごいと、そんだけすごいと。外国の勉強とかもすごくしてるし、今ここの国ではこの施術が流行ってるんだとか、そういうのをすごく仕入れられてるんだね。やっぱりクリニックの先生って結構つながりがあって、その先生からその施術を聞いたりするんよ。こういうの最近めっちゃこの人上手、何やってるんですか、それは僕も取り入れますみたいな感じで、結構その自分のあれを秘密にしたりしないっぽい。わかんないけどね、私別に先生じゃないから。だからそんな感じだから、この後その動画を見ますので、今悩んでる人は交互期待です。先生が言うには、私がさ、年を取ったけ顔が衰えたけやったって言ったじゃないですか、そういうこと。でも若い頃からちょこちょこやってた方がずっと老けないし、一回老けると多分大変なんよね、戻すのが。虫歯と一緒かな、定期検診みたいな感じで。でも先生が言うにはもう安いやつでいいんだって。でも若い頃からやってると、年を取った時にむっちゃ若いしいいよっつってですよ。池田先生が有名なのは70代の人を20代にすることですって。魔法使いかよ。だからその動画どうぞ。そうなんですか？顔がちっちゃくなったなってめっちゃ思います。ちっちゃくなってる。ボリュームがね、ちょっとカットはちょっと増えてるかな。増えてる。でもちょっと悪くはなってるけどね。でもこういう時に何か悪いことしたのかなっていうのを考えていくんですよね。今回はそのアメリカの最新の全部一緒にやってしまうっていう治療で、顔もちっちゃい。今までだからシワが気になるとかシミが気になるのできて、シミを治したりシワを治したりする。今回の光治療はシミを治しに来たのに顔がちっちゃくなる。そうなんですか。すごい。全部入りなんですよ。光浴びるだけで。顔がちっちゃくなる。もう毛穴とかもシワとかもです。全部ですか？だからそれが今世界の流行りになろうとしてるっていうか。ちなみに僕はですね、あなたより若いです。そう。先生、池田先生って実年齢って聞いてもいいんですか？実年齢はいいですけど、54ですけど、やっぱね肌が若いとね、むっちゃ若く見られるんですね。ですよね。これだけはもう、これはもう70歳の人でもみんな一緒です。形がとかよりやっぱ肌年齢ってすごい大事なので。そうですか。今後それをここをどこまでいくかをちょっと20代目指したいですよね。目指したいです。目指せなくても20代なので。すごい。楽しみです。いや、頑張ります。はい。私ね、一番毛穴が気になってる。一番でもないけど毛穴がめっちゃ気になってる。で、このシミは ADM っていうやつだから、このシミよりも ADM はなんかシミっていうよりもね、なんかあざに分類されるものらしくって、シミより深い層になるのだから、これは1年ぐらいかかるらしいです。毛穴はちょっと本当に最近気になってる。マジで年を取ってきたら毛穴大きくなった。なんか張りが多分減るからだろうね。今日はちょっとこれで新しい機械で若返りたいと思います。ちょっとこれパチパチと熱い感じしますけど。でも全然痛くないです。痛いかもしれない。大丈夫ですか？これで大丈夫です。全体的なトーンが。ああ、買ってる気がする。ファンデーション塗ったみたい。ファンデーション塗ったより綺麗。トーン上がってる。トーン上がってね。すごい白っぽくなるというか。なりましたね。肌のトーンがちょっと白くなって顔もちっちゃくなってすごい。今日はこの後にまた今度注射ですね。深いところをちょっと。私やっぱりたくさん噛むから
まあまあね、そうだね、でも鍛えられるんですよね。でもちょっと思ってたけど、じゃあそこなくすと職業的にどうなのって思ったけど、今までいつもボトックスでこれちょっと噛みにくくなるよって言われてやられるけど噛みにくくなったことないです。あ、そうなの、うんそんぐらい頑張ってんのかな、うんうんうん僕は。確かにすごいですね。で全部やるとそれは全打ちするとすごい効果上がるじゃないですか。おでことかピンポイントにしかやったことないです。そうですよね。でもそのセンスは全部僕やられて、髪の毛の中もやられた。だから全然今日やっていいですよ。髪の毛の中。だから全顔になる。すごい。これもフルカスタムボトックスで韓国値段で全部で5万だったから、それはうちもやろうかなと思って、そのカスタムのボトックス。ボトックスもっと高くないですか？高い。だからまあ安いのもあって流行ってるんです。でもそれもやっぱりね、ありですよね。だからこうやってもう全部打ち放題みたいなノリよね。なんかその先生の影響がちょっとこうやって笑ってもらったりして、そこのシワのところとかをどんどんしていくんですよ。でこの打ち方をできる人は韓国に10人しかいないんだって。先生もできるようになったんですか？あと鼻にも鼻痛いけどごめんなさいね。鼻も大きくなるって言うんですよ。でもそうかも、年取ってくるとね。でこの髪の毛の中いきます。すごい。意外とね、髪の毛の中たくさん取られたもの。何本ぐらいやったかな。6本目です。わあ。フルカスタムのお肌治療とボトックス治療ですね。というわけで、この2つの治療を企画でということで、してくれるんですか？そうなんですよ。皆さんにプレゼントらしい。カスタマイズの全顔が、これが BBL が5万円ですよね、3種類。ボトックスも全部打ち放題みたいな感じで5万円を2割引きということで、はい。なんて太っ腹な。ね。いいなみんな。いや、髪は自分で切って、お肌とかにお金かけた方がいいと思う。そうですね。だって自分で切るとかだったら、たまによ頼めるじゃん。なんだけど顔の場合は頼んでもこうならないもん。そういうわけで頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあもうみんな見てくださいました。すごいですね。20% オフはでかいですね。それはね、ちょっと詳しいことは説明欄とかにも載せときます。クリニックの住所も載せときます。結構後悔、こんなこと言っちゃいけない私は後悔しないと思います。わかんない、人それぞれだからそこは。では本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなや動物が幸せに暮らせますように。またねー。ポニポニかわいい。ポニ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 。